んにちは。こんにちは。今回はどうして私の願いは叶わないのです。どうしてですか？ゆるるさん、潜在意識の観点から見たら答えは一つになるじゃないですか。一つ？復縁したい人それぞれの事情は一人一人違うのに？そんなのはね、無関係ですよ。潜在意識はそう思うからそうなるですよね。はい。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるになります。ですよね。彼とラブラブと思うのは誰ですか？自分です。自分が思う。ですよね。だから思ったらそうなる。自分が思ったらそうなるってことになる。はい。これが唯一の法則としますよね。はい。ってことは、どうして私の願いは叶わないのと言われたら、自分がそう思ってないからですっていうか、そういう感じの答えしか言えないわけですよ。でも、彼とラブラブって思いは決めているから、じゃあ思ってないからって言われても、じゃあどうしたらいいのっていう気持ちになるよね。そうなんですよ。何が何でも叶えたいと思っているほど、こんなに頑張ってるのにって、おそらく思うし、叶えたいと思う状態が単に続くと思うので、そういう意味では、叶えないを叶えてるみたいな表現をされることもあるけど、その通りだと思うんですね。そうなんですけどね。でも納得いかないんですよ。ちょっといいですか？はい。思いが大事なことは分かりました。はい。で、彼とラブラブという思いが大事なことは分かっているんですね。もうコメレンで耳たこレベルで聞いてきたので。で、現実に構うなっていうのも分かってます。現実にいちいち構うと、その現実ありきになっちゃいますよね。つまり、現実では彼と別れていて復縁したいっていう場合、今別れているという状態を見続けても特にいいこともないので、だからこそ余計に自分がどうありたいのか、その思いをしっかり決めてください。そこに居続けてくださいって言ってますよね。はい、その通りですね。だからちゃんと思いを決めました。はい。どんな風に決めました？だから彼とラブラブという思いを決めたんです。はい。で、コメレンでは思いを決めたらあとは普通に暮らす。なるべく自分の気持ちが楽な方に行くといいよみたいな言い方しますよね。はい、します。だから楽な方に行くようにしてます。はい。そしたら前は彼の嫌なことを見聞きしたらすぐさまもうダメだとか無理だとかにつなげてたけど、そういうことも少なくなって、それよりも自分が心地いいことに目を向けられるようになってきたんです。すごいですね。はい。もちろん気分が悪い日もあります。だけど、ネガティブでも叶うって言うじゃないですか。はい、もちろんです。だから、不安になったり、腹が立ったり、焦ったり、そういう自分でもいいよって思うようにしてるんです。なんだか、すごい立派ですね。模範生徒のような。はい。でも、実際、昔は、ただ不安に飲まれるだけでしたけど、不安になっても大丈夫なんだって思えるようになったし、自分の意識が大きく変わったと思うので、もうメリットはたくさんありました。よかったですね。もう何も言うことはありません。はい。でもはい。コメレンでは、復縁なんて朝飯前って言ってますよね。はい、言ってますね。願望を実現しなくても自分に目を向けるようになって、自分のことが少しずつ好きになって、ネガティブとも上手にお付き合いできて、そういう人生になるならそれで良かったですねって思ってるわけじゃないですよね。まさか
違いますよ。なわけないじゃないですか。願望実現していいって思ってますよね。当たり前じゃないですか。何のためにわざわざチャンネルまでこんな開いてさ、やってると思ってるんですか？ですよね。何かご不満ですか？いや、不満というより、これだけいい気分になる時があって、ネガティブも受け入れて毎日心地よく過ごせていて、彼との思いも決めているのに、どうして彼とラブラブっていう本願だけが叶わないんでしょうか？なぜでしょいや、それはこっちが聞きたいんです。わかんないんですよ。なぜこれだけのことができるようになったのに叶わないんでしょうか？う？まあ簡単な話ですけどね。何でしょう？なんて言ってましたっけ？自分自身に目を向け、ネガティブも良しと捉え、心地よく過ごすようにし、自分のことを少しずつ好きになってきたと、これらのことを叶えるためにしてるんじゃないかって一旦考えてみてほしいんですよね。叶えるため。はい。まあ、そういう側面はありますよね。だって、願望実現なんだから。いや、叶えるためにいい気分でいるってさ、もうさ、この時点で、今叶ってませんって言ってるのと同じじゃないですか。だから最初の方でも言った、叶えないを叶えてるみたいな、表現の違いですけど、同じことなんですよ。まあ確かにそうだよね。これは褒めれんでよく言う、当にうまくいっている意識でいてくださいねっていうのと反対の意識になるんですよ。反対ってことはうまくいってない意識。うまくいってない自分になってるってことだね。Yes。そうです。そもそも彼と復縁したいっていう何々したいっていうのは、まだそうなってないってことじゃないですか、単純に。もちろん最初は復縁したいってそれでいいんですよ。だけど褒めれんでずっと言っているのは、当にうまくいってる自分だったら彼とどうありたいですかってことですよね。はい。ってことは、つまりは潜在意識を活用するなら、いつまでも復縁したいっていう状態のままでいることは推奨していないし、ありえないんですよ。ありえない。はい、ありえません。だって潜在意識を活用するなら、そう思うからそうなる、思いが先ですよね。はい。自分が思う。まず自分が思わなければ始まらないとよく言ってますよね。はい。復縁したいという今別れているというその現状無関係に、彼とラブラブっていう自分の思いを決めていいわけですから、この時点で現実とは切り離されて、自分がどうありたいかが決定するじゃないですか。はい。で、自分が思った時点で完結してるんだから、彼とラブラブって自分が決めたなら、彼とラブラブ以上なんですね。こんなのね、もうね、動画の初期からやってますよ。で、その後普通に暮らせとか、楽な方向を向こうとしたらいいですよって言ってるのは、とっくにうまくいってる自分の意識でいる前提で言ってるんです。とっくにうまくいってる自分の意識でいる前提。そうです。だって、彼とラブラブって決めたんだから、当にうまくいってる意識で彼とラブラブという思いを設定したんですよ。当にうまくいってる意識で居続けてほしいし、居座ってほしいけど、毎日生活していると、例えば何か自分にとって嫌なこと、不都合なことがあると、途端にうまくいってる意識なんかどっか行っちゃうことがあるじゃないですか。はい、ありますね。ですよね。で、そういう時でも少しでも楽な方に意識を向けるっていうのは、少なくともどんより重い、暗い方向に意識を向けるよりは、はるかに当にうまくいっている軽やかな感覚に近いと思ってるんですね。実際気分が重い、気分が軽いっていう言葉があるんですけど、あるじゃないですか。本当にそうで、重くなったり軽くなったりしてるんですよ。
軽い方が気持ちも明るくなるのは、そんなのも自分自身が一番知ってるはずです。はい。で、それってうまくいってる意識に近いんですよ、単純に。だから少しでも楽な方を意識するといいなって思ってるんです。そうなんだよね。ってことはさ、叶えるために楽な方を向く。叶えるために心地よくいるって、ちょっとずれてることになるよね。ずれてるっていうか、ちょっと根本が違うっていうかね、スタートが違う。叶えるためっていう、これから叶える。今はまだ叶ってない。まだうまくいってないっていう意識をベースにして、心地よくあろうとしても、うまくいってない意識でいるんだから、やっぱりうまくいかないと思うような出来事が繰り広げられると思うんですよ。まあそうなんだよね。突き詰めると願望実現って本当にうまくいってる意識でいるか、うまくいってない意識でいるか、どちらかでしかない感じだよね。そうです。叶えるために頑張って楽な方を向こうとするっていうのは、叶ってない私、うまくいってない私を強化することになりかねないから、だから何百回も何百万回も、現実は無関係、現実は切り離せって言ってるんですよ。そうだよね。それとは関係なくって、現実を切り離して思いに居続けるって言い方もよくするもんね。そうなんですよ。じゃあ、いろいろうまくいき始めたけど、でもやっぱり本願が叶いませんっていう人には何て言う？どうして私の願いが叶わないのって人は、どうして私は思いを設定したのに現実に反映されないのってことだと思うんだけど。まあ、単純にこの本願っていう言葉を使っていることも考えてみてもいいような気はしますけど、とにかくマジでとっととサクサク叶えてほしいからこそ、当にうまくいっている意識で、当に叶っているという考え方を採用してほしいんですよ。それが無理な場合でも、当にうまくいっている途中とか進行形にしても何でもいいんですけど、自分に合うものであれば。とにかくうまくいってない方には合わせない。ことさら現実と整合性を取ろうとしない。見えなければ叶ったと認めないっていう態度が、うまくいってる意識なのか、うまくいってない意識なのか、改めて考えてもいいのかなとも思いますけどね。はい。自分が思うが全てと考えれば、思った時点で叶ってる。そうなんですよ。いずれ現実に反映されるのは当然なんですけど、これまでですね、極力、いずれ現実に反映されるっていう言い方は本当にしてこなかったんですけど、これは言った時点で、いつ反映されるんだろうって、うまくいってない地点に逆戻りして待つ姿勢になっちゃう人が多いと思うから言わなかったんですよ。その意識ではわざわざ遠回りしかねない。だから、当にうまくいっている意識でいてほしい。もうそれだけ。本当にそう思ってます。そうですね。復縁したっていう証拠があるまでは認めない。彼が目の前に見えるまでは反映されたと認めないとか、エゴは大騒ぎしますけど、その証拠とかなしに、いいじゃない、叶ってていいよねっていうのが潜在意識ですよね。当にうまくいってる意識を忘れずにいたいですね。はい、本当そうです。というわけで、今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。